クリットが何気なく口にした関係は公にできないという言葉がワユの心に深く刺さった。ワユはその理由が自分の職業にあるのだと思い込み、一人で傷ついてしまう。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。実家へ戻ったワユを追うようにクリットも現れる。そしてキャンプの中でようやく本音を打ち明けた。関係を隠しているのはワユを恥じているからじゃない。父親が認めないのを知っているが、それでもワユと向き合う気持ちに嘘はない。初めて聞く本音にワユもまたクリットの抱える苦しみを知ることになる。ようやく2人の気持ちは一つになった。しかし帰り道、ワユが大学時代の友人であり顧客でもあるマイと頻繁にメッセージをやり取りしているのを見て、クリットは露骨に機嫌を悪くする。そんな姿は警察官としての冷静な彼からは想像もできないものだった。だがワユは困るどころか、そんなクリットを愛おしそうに見つめていた。帰宅したクリットを待っていたのはまるで事件現場のような光景。だがその先にいたのは予想もしない姿のワユ。そんな何気ない日々は2人にとって確かに幸せな時間だった。だが平穏を打ち破るようにマイがワユに告白してきて、ワユはきっぱり断ったが、マイは諦めきれず酔った勢いでクラブに居座り、さらに距離を縮めようとする。その様子を知ったクリットは迅速でクラブへ駆けつけた。そして次の瞬間、クリットは前を押しのけると、ワユを強く抱き寄せ、周囲には大勢人がいる前でそのままワユへ深く口づける。世界中に言いたくても言えなかったクリットが言葉ではなく体で宣言した瞬間だった。I wanna see this through. Meet your parents Christmas Eve.Take a trip for two, pack an extra bag, who knows how long. だがそんな矢先、クラブで働くホストのスカイが人身売買事件に巻き込まれ、その命を落としてしまう。スカイを死に追いやった犯人をこの手で捕まえるため、ワユは再びクリットと手を組み、ポーが主催するパーティーへ潜入する。本来ならダンスパーティーの後、2人で屋敷へ忍び込むはずだったが、途中でクリットが客を怒らせてしまい、ワユはその場の対応に追われることになる。その隙にクリットは一人で先へ進み、囚われていた被害者たちの救出へ向かった。ようやくワユも現場へたどり着くと、そこではクリットが大勢の男たちに囲まれていた。激しい乱闘の末、危機一髪のところへワユが飛び込み、2人は力を合わせて事件を終わらせる。I wanna see this through. Meet your parents Christmas Eve. Take a trip for two, pack an extra bag, who knows how long we'll be. But you're not here now, and you left without. だが本当の地獄はこの後に待っていた。捜査資料の映像を確認していたクリットの父は、証拠映像の中に思いもよらないものを見つけてしまう。そこに映っていたのは、息子がホストのワユとキスを交わしている姿だった。すぐに父に呼び出されたクリットは、もう隠し通すことはできないと覚悟を決め、自分は男が好きなのだと正直に打ち明けるが、父はその言葉を受け入れようとせず、即座にローズとの結婚を命じ、従わなければワユに手を出すと脅しをかける。クリットはワユを守り抜く方法も父に逆らう力もない。残された道はあまりにも残酷だった。それからクリットは少しずつワユを避けるようになる。ローズが結婚を拒んでいると知れば、父はさらに別の見合い話まで持ち出し、何としてでも息子を結婚させようと躍起になっていた。その姿を見ているうちに、クリットは自分の本当の姿を受け入れてもらえる日はおそらく来ないのだと明白だった。そしてついにワユを公園へ呼び出す。本当は手放したくない。ずっと隣にいたい。それでもワユを守るためにクリットは自らその手を離した。こうして2人の恋は別れという形で終わりを迎える。何の説明もないまま突然全てを奪われたワユは深く傷つき、しばらくクラブにも顔を出せなくなってしまった。No, I can't do this no more. No
no more, no more, no more.そんなワユを無理やり外へ連れ出したのはタイだった。そして2人が向かった先はローズの店で、ワユは初めて真実の一端を知ることになる。ローズに結婚する気など最初からなく、今回の件もおそらくクリッドの父が関係しているのだろうと聞かされたのだ。それでもワユはもうクリッドを追いかけないと決めた。本当に信じているなら一緒に立ち向かう道だってあったはずだ。それなのにクリッドが選んだのは真実ではなく嘘だった。だからワユはその現実ごと受け入れ、自分の足で前へ進もうとする。一方のクリッドは別れたことを父へ報告し、部屋へ閉じこもっていた。食事も喉を通らず、ただタバコだけが次々と灰になっていく。愛する人を守るために別れを選んだはずなのに、その代償はあまりにも大きかった。クリッドは誰にも見せられない涙を流しながら一人きりでその痛みに耐え続けていた。ワユはクリッドからもらったものをすべて返し、ホストクラブも辞めて大学へ戻る。そして過去に区切りをつけ、新しい人生を歩き出そうとしていた。そんなワユの姿をクリッドは遠くからただ見つめることしかできない。もう自分は彼の人生にいてはいけない、そう言い聞かせるようにクリッドは2人の思い出が詰まったアパートを手放す決意をする。荷物を整理し、一つずつ片付けていても心だけは何一つ片付かない。失った痛みも会いたい気持ちも少しも薄れることはなかった。それでもクリッドはこの選択がワユを守ることになるのだと信じるしかなかった。そう思い込まなければ自分自身が壊れてしまいそうだったからだ。そんなある夜、ワユは久しぶりにクラブへ顔を出した。そこで再会したのが以前からの客アイスだった。懐かしい顔にワユは警戒もせず軽く杯を交わすことになる。アイスの裏の顔をも知らずにワユは飲み物に薬を盛られ、意識が朦朧としていく。気づいた時にはすでに椅子に縛られていた。ワユはこっそりと携帯で通報ボタンを押し、気づかれないようスマホを自分の後ろへ放り投げた。クリッドは人身売買の経営者がアイスだという情報にたどり着いたタイミングでワユからの通報が入った。血の気が引き、クリッドは迷わず現場へ向かう。一方、囚われたワユは必死に時間を稼いでいた。隙を見て会話を引き伸ばし、アイスの注意をそらそうとする。そして好機を見てワユはアイスに飛びかかった。だが力ではかなわない。抵抗も虚しく、ワユは再びきつく縛り上げられてしまう。そんな中、クリッドがついにアジトへと踏み込んだ。しばらくしてクリッドはワユの姿を見つけ、すぐさま助け出そうとする。だがその一部始終をアイスはモニター越しにじっと見つめていたのだった。また次回お会いしましょう。ではでは。